こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらのフルルの34キーカリンバの交換品が届きましたので、こちらと他の34キーカリンバと比較しながらご紹介していきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、今回はフルルの34キーカリンバをレビューしていきたいと思います。こちらのカリンバは実は再送していただいた2代目となります。1台目の開封の様子は概要欄にありますリンクより動画をご覧ください。初見開封から付属品などもご紹介しております。今回はこちらの交換品が到着しました。こちらは YouTube ライブで初見開封いたしました。開封の様子のライブのリンクも概要欄に貼っておきます。1台目は下段の左から2本目の音が全く響かない状態でした。何をやっても響かないのでご連絡させていただいたところ、交換品が到着しました。こちらの2つ目なんですけども、無事ちゃんと綺麗な音が鳴る機種が到着しまして、ほっとしました。その様子も YouTube ライブでゆるゆると伝わっているかと思います。今回は改めまして比較紹介していきたいと思います。はい、こちらの4台で比較していきたいと思います。まず左からフルルの34キーカリンバ、そしてシートの34キーカリンバ、そしてリンティンの34キーカリンバ、そしてチルエンジェルズとなります。まずは素材の違いはこのようになりました。こちらの2台はウォルナットになります。そしてこのリンティンはバイオレットウッド、パープルハートですね。それからチルエンジェルズは竹になります。この素材の音色を言葉で表すとこのようになります。ウォルナットは固めで芯のある音。パープルハートは鋭くクリアで豊かに伸びる音。竹は透明で澄み切った音になります。キーの形状と重さはこのようになります。両端2台はまっすぐ気味のキーになります。多分見た感じ全く一緒のキーが使われているんじゃないかなと予想します。そしてこちらの2台は丸みのあるキーとまとめてはあるんですけども、リンティンはこう角度がつけてあるキーなのでまた特殊なキーになります。そして重さはこちらになります。とっても重いなと思ったんですが、この4台の中でいけばシードが格段に軽くなりますね。とは言っても 500g 超えなので結構重たいです。はい、そして大きさはこのようになりました。見た感じでわかる通りフルルが圧倒的な大きさになります。リンティンと比べてもまたさらに大きいのでとても大きなカリンバになりますね。はい、そしてケースと価格はこのようになっています。こちら3台はハードケースになっていまして、チルエンジェルズだけソフトケースになっています。土台に枠がついているので中でカタカタと動くことはないんですけども、上からの衝撃には若干弱いんじゃないかなと予想しています。ハードケースなんですけど、フルル製はこのような感じでちょっとグレー色の特別なケースを作っているという感じがして、これは好感が持てますね。他のカリンバメーカーは黒のケースが多いのでこう並べているとどれかわからなくなるので、これをパッと見でわかるのですごく便利です。そしてここにね持ち手がしっかりとしたものがついているのもとても便利です。そして価格はこのようになりました。リンティンだけが1万円を切っているんですよね。すごく安いです。すっごく手の込んだチューニングがされていると思うんですけど、それでも安いですね。でそしてフルルなんですけども、現在はクーポン券がついていまして、その分少しお安く購入することができます。はい、そして34キーだけの特別の比較なんですけども、ブリッジの幅がかなり違いますのでブリッジの幅も測ってみました。ブリッジの幅はこのようになります。フルルがねやっぱりボディも大きければブリッジの幅も大きいですね。なのでキーの間隔もこのようになりまして、フルルは他のものよりもさらに幅が広めになっています。こう比べるとやっぱりねシードはすごくコンパクトにできているんですよね。はい。そして34キーカリンバというのはまだ規定の形というものが定まっていないのか、それぞれに特徴があります。こちらのシードなんですけども、一体型の金属ブリッジで、下は後ろからチューニングハンマーで叩くことが可能です。リンティンは上下それぞれ独立したブリッジで六角レンチを使って固定します。なので固定するまでのチューニングはかなり大変なんですけども、キーが固定されているので一度チューニングをぴったり合わせることができたらよっぽどチューニングが狂うことが少なくなるような気がしています。そしてチルエンジェルズなんですけども、4種類の
L 字型の金属が1枚の金属板にネジ止めされています。下段のチューニングは後ろ側が塞がっていますので、付属されているペンチまたは調律スティックで調節していきます。フルなんですけども、下段はこの字型、上段は L 型の金属が2個、合計3個の部品でブリッジが形成されておりまして、チルエンジェルスとは違って直接ボディにネジ止めされています。下段のこの字部分のブリッジが台形状になっていまして、下ナットの幅に余裕がありますので、もしかしたらキーの幅もこれよりもさらに広げることができるかもしれませんね。例えばなんですけど、こんな感じで順番に広げていくことができると思います。なんですけども、このブリッジが四角の枠になっていまして、ここの四角の枠の間の金属にキーが触れてしまうとビビリ音の原因になってしまいますので、この間隔を広げる際にはビビリ音が出ないようにご注意ください。それでは順番に弾き比べていきたいと思います。こちら2台は B 調になっています。こちら2台は C 調になっています。上段は使わず下段だけいつもの命の歌という楽譜で弾いてみたいと思います。それではお聴きください。
はい、いかがでしたでしょうか。音色の比較なんですけども、シードは鐘のような金属音のオルゴール感、チルエンジェルズはより響きが大きく壮大な音、そしてリンティンは高めの可憐な音、そしてフルルはチルエンジェルズよりも明るめでクリアな音がしています。そして音の構成音がそれぞれ特徴があります。チルエンジェルズは低音のファソラシ4本と17音の半音すべての音が揃っています。シードは低音4本と半音は標準チューニングでは17音の真ん中のここの124のシャープが入っていません。別のチューニング方法の表に合わせてチューニングすれば4のシャープは作れます。なので1と2のシャープがありません。リンティンは低音4本がないものの17音の上にその半音上の音があるよという単純な並びがとても分かりやすいです。そしてフルルなんですけども、上段に低音の4本とそして半音が両脇にあるんですけども、標準チューニングですとシードと同じく17音の真ん中124のシャープが入っていません。こちらも別のチューニング方法が説明書に載っていまして、そちらの表に合わせてチューニングすれば4のシャープは作れます。なのでここの半音が作れません。なんですけども、シードはここの4本が上に上がっているブリッジの形状になっておりまして、この形状と違ってフルルはまっすぐのブリッジになっていますので、チルエンジェルズに似せて C 調のチューニングにすれば全ての半音を取り入れたキーの配置ができそうです。ただ一点注意点なんですけども、 B 調で届いたものを C 調にチューニングし直すと響かなくなるカリンバもあります。ここは要注意となります。はい、そして最初に届いたこちらの残念な方のカリンバなんですけども、こちらは返品不要ということなので、上段はねまあ綺麗になるかなという感じなので、上段のこの半音を C 調の17音にして、この下段に低音4本と半音を入れた並びにすれば使えないこともないんじゃないかなとふと思いまして、この低音の4本とここの4本を入れ替えてチューニングをしてみたいななんて今は思っています。せっかくねこれ1個余ってることになるので、ここの響かないキーだけ使わないようにすればできるかもしれないので、またこのあたり成功したら動画にしてみたいと思います。最後に私が Amazon で購入したお店のリンクを貼っておきます。今回のね不都合が起きた際にメールでお問い合わせさせていただいたんですけども、すぐに返事が届きまして、交換させていただきますとご連絡がありました。ただ迷惑メールフォルダに入ってしまっていたため、私の方がね申し訳ないんですけど気づくのがかなり遅くなってしまったため、もう対応の良さにびっくりしました。販売されている商品を拝見しますと、カリンバ専門店ではなく楽器専門店でもないので、到着するまでにはかなり不安には思っていたんですけども、プライム対応でしたし、最悪何か不都合なカリンバが届いても交換返品すればいいのかなと思いまして注文しました。届いたカリンバなんですけども、チューニングも大幅にずれているキーもありませんでした。ただ半音が1本、チューニングがもともとずれているというよりは最初からチューニングを間違えているのかなというキーがありましたが、もうこちらも1本だけなので直せば大丈夫ですし、またチューニングハンマーがきちんと紙で包まれていて保護されていたりとか、カリンバ本体が入っている際にもこの2段の間にも緩衝材が入っていて、そしてこのカリンバを包むプチプチもかなりしっかりした素材のもので、届いた時に他のメーカーと違うしっかりした検品をされているのかななんていうのも感じました。Amazon でフルルのこちらの34キーカリンバをご購入されるようでしたら、今回のショップもおすすめいたします。概要欄のリンクより商品をご覧ください。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは、すずらんこみちでした。